ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。次にお前はさてマリサ。今日は何について解説してくれるのという。さてマリサ。今日は何について解説してくれるの？どうしてわかったの？いつも同じパターンから始まっていたからな。だからってジョジョネタはやめろ。というわけで今回は、スポーツの心理面について解説していくぜ。一番解説が難しいと最初に言っていた部分ね。しかも今までと違って、客観的なデータなどが計測できないから、この動画に対して色々な意見があると思うぜ。でもそこまでとんでも理論じゃないんでしょ？そうだな。ウプ主なりに調べて、それを支持する論文もあるから、それなりには信用してもらってもいいと思うぜ。次にお前はそれでは今日話す内容はこちらだぜ、という。それでは今日話す内容はこちらだぜ。ちょっと聞いたことがない言葉があるわね。それはおいおい説明していくぜ。次にお前はそれでは解説お願いできるかしら？それでは解説お願いできるかしら？この研究の目的は、女子カバディ選手の攻撃的行動と不安の関係性を明らかにすることだぜ。不安との関係性？そしてその前に不安について解説するんだが、不安の症状は大きく2種類に分けられるんだ。これは経験したことがあるわね。そして不安を感じやすい人と感じにくい人の、攻撃的行動の差を調べたのが今回の研究なんだ。でもその人の不安の感じやすさとかってどうやって調査するの？もちろん人を不安にさせる実験は実験倫理に反するから、攻撃性も不安の感じやすさもアンケートで調査を行ったぜ。そして結果はこうなったぜ。これは右側が攻撃性、左側が不安の感じやすさ、青が平均値、赤が標準偏差なんだが、T 検定を行った結果、不安に対する攻撃的行動が、調和の取れた行動を発展させることが証明されたぜ。ねえマリサ、疑問がありまくるんだけどちょっといいかしら？まず T 検定は2つのグループの差を調べる検定なんだけど、これは何と何のグループで比較したの？そしてこの攻撃性っていうのはいわゆる暴力とかも含まれるの？そして相関分析も回帰分析も行っていないのに、どうして不安が攻撃的行動を発展させるという結論になるの？最後に T 検定の優位さが出たっていうけど、まさか不安の値と攻撃性の値を比べたの？カバディの論文が少ないからだよ。ウプ主もこれを日本語訳してみたら内容にびっくりしたさ。あまりの内容のずさんさにな。そもそも不安を感じやすい人ほど攻撃的だなんてスポーツ心理学っていうより犯罪心理学じゃねえかと思ったよ。確かに不安がスポーツで慎重な行動やパフォーマンスの低下に繋がるという論文はあれど、不安がスポーツに良い影響を与えるだなんてびっくりだよ。どうした？これで満足したか？とりあえず最初の言葉の信用が全て崩れ去ったわ。というわけで次からが本編だぜ。まずこのフロー理論を話す前に、紹介しなければいけない人物がいるぜ。それは誰なの？ミハイ・チクトセイ・ミハイさんだぜ。この人はどんな人なの？ミハイさんはハンガリー出身のアメリカの心理学者で、1975年にフロー理論を提唱した心理学者なんだ。フロー理論を最初に提唱した時は、あまり注目されなかったんだが、1997年以降一気に注目が集まったんだぜ。そもそもフロー理論って何なの？まずフロー理論を説明するには、注目されるまでのスポーツ論文解について説明する必要があるんだが、1990年代までは、不安な気持ちがスポーツのパフォーマンスに及ぼす影響、つまりネガティブ理論が注目されていたんだ。例えば不安な気持ちが強い人の特徴とかってこと？そう。内容はちょっとあれだったが最初の研究なんかもそうだぜ。だがネガティブ理論だけだと、どうしても説明できないことがあるんだ。それは何なの？報酬や見返りのないスポーツだぜ。どういうこと？例えば命綱なしで崖を登るフリークライマーなどが挙げられるぜ。でも有名な人はスポンサーがついたりして報酬を得ているんじゃないの？確かに有名なクライマーになるとそうかもしれないが、みんな最初からそうだったと思うか？思わないわね。YouTuber なんかもそうだ。今ほど有名になる前から YouTube をしていた人は、動画収益なんか考えていなかったはずなんだ。つまりお金や名声は後からついてきたものであって、最初のきっかけは違う動機だったのね。そこでミハイさんはクライマーを含む各種エキスパートたちに面接調査を実施したところ、深い幸福感を感じ、流れているようだったという答えが頻繁に出たんだ。そこからフロー理論と名付けられたのね。その通りだぜ。そしてこのフロー理論の革新的なところは、楽しいという内発的な動機づけを
克明にし、さらにスポーツだけではなく、仕事や趣味など多岐にわたって通用することなんだ。ちょっと詳しくお願い。まずスポーツを例にすると、親に勧められた面白そうだからと、始める理由は数あれど、やり続ける理由には、やめると友達がいなくなりそう、優勝したいからなど、外的要因が関わっている場合を、外発的動機づけと言うんだ。そして一方楽しいから、上手くなりたいからという、外的要因に左右されない理由を内発的動機づけと呼ぶんだ。ではここで問題だ。レイム。外発的と内発的動機づけ、果たしてどちらがいいと思う？そりゃあ内発的がいいのはわかるけど、勝利したい、という気持ちも重要なんじゃないの？確かに勝ちたいと思う気持ちは大切だし否定するつもりはないんだが、その場合、客観的に見て力量差がありすぎる相手と対戦した場合、どうなると思う？まあ敗北を予感して、やる気はなくなってしまうわね。だが内発的動機づけの場合、外的要因に左右されないから常に自分のパフォーマンスを最大限に引き出せるんだ。なるほどね。そしてフロー状態の特徴がこちらだぜ。ちょっとこれだけだとわからないわね。そうだな。まず説明しやすいようにスポーツを例にするんだが、フロー状態の人は、競技しているスポーツに必要な情報にのみ注意を向けるんだ。それが注意の集中ね。そしてフロー状態では活動の中に意識が没入し、自分自身を客体化することがない状態になるんだ。客体化っていうのは自分を客観視すること？そうだぜ。そしてこれが意識と活動の融合と、自己意識の消失だぜ。そしてコントロール感は、自分自身を思い通りにコントロールしている感覚。時間感覚の変容は、実際の経過時間よりも時間を長く感じたり、逆に早く感じることだぜ。ここまではなんとなく想像できたけど、あとの3つは何なのかしら？まずフロー状態では活動自体が目的であり、勝利や報酬など他のものを必要としない状態なんだ。つまりスポーツをやることそのものが目的なのね。最後にフロー状態の最大の特徴として、苦しい状態でも楽しさや心地よさを感じ、意識はあたかも水が流れているような、滑らかな流れ感を感じるんだ。ねえマリサ。フロー状態の特徴を聞いて思ったんだけど、これってスポーツでいわゆる、ゾーン状態だぜ。じゃあ実際に体験したことがある人は少なそうね。いやフロー体験は誰しもが経験しているはずなんだ。そうなの？例えばレイムはゲームを朝までやったことはあるか？あるわね。前から楽しみにしていたところに旅行に行って、あっという間に終わってしまったという感覚を感じたことはあるか？あるわね。つまり時間感覚が短く感じ、夢中になったということだよな。それがフロー状態なんだ。フロー状態はスポーツだけではないのね。他にもテレビに夢中になったり、読書を楽しむことでもフロー状態になるんだ。フロー体験は日常生活でも起こりうるのね。そしてその根源にあるのが楽しいという感覚なんだ。つまりフロー状態というのはやりがいや生きがいとも言い換えることができるんだ。なんかちょっと壮大な話になってきたわね。そして詳しくは解説しないんだが、フロー状態は犯罪や暴力行為でも発生しうるんだ。悪い意味での楽しいということね。そして話を戻すんだが、ミハイさんはフロー状態をより促す条件として3つの条件を挙げているぜ。あれ？さっき勝ちたいという気持ちはダメって言ってなかった？ダメとは言っていないぜ。ただ勝利だけを目標にしてしまうと、対戦相手との力量差という外的要因の影響を受けやすいから、上手くなりたい、このテクニックを身につけたいという内発的動機づけの方が達成目標としてはいいんだ。そしてその結果が目に見える形でフィードバックされると、よりフロー状態の発生を促すんだ。なるほどね。じゃあこの課題の適度な困難度は何なの？これは次の論文で説明するぜ。まずレイム。この図を見てくれ。この図は何なの？これはフロー理論を説明するのによく使われる図なんだが、多くの心理学者がこのモデルを引用しているぜ。じゃあこの縦軸と横軸について説明してくれる？まず縦軸の挑戦の度合いは、難易度という意味なんだが、自分がチャレンジしようとしていることに対しての難しさを表しているぜ。じゃあ横軸の実行者のスキルは自分の持つ能力って意味だと思うんだけど、この主観っていうのは何なの？これは例えば自分のスキルを自分がどのように評価しているかで、本当にその人のスキルが高いかどうかは関係がないんだ。なるほどね。そしてみんな最初はこの真ん中の地点にいると考えてくれ。自分のスキルも難易度もわからないものね。そして今度は RPG を例にするんだが、レイムはゲームのチュートリアルを楽しいと思ったことはあるか？まあ最近はチュートリアルでも面白いのがあるけど、正直スキップしているわね。そのスキップしている時は何か感じているか？いやただボタンを連打しまくっているわ。その状態を無気力状態と言うんだ。つまり難易度が低く、自分のスキルが低いと感じていると無気力、無関心の状態になりやすいのね。
その通りだぜ。そして自分のレベルが低いのに、いきなり高難易度の敵が現れたらどうする？勝てるわけがないから逃げ回るでしょうね。つまりその時は恐れや不安を感じている状態ってことだよな。その通りよ。その状態を不安と言うんだ。自分のスキルに見合わない難易度の挑戦が課された時に起こりやすいのね。では逆に、自分のレベルが上がったのにいつまでも雑魚敵ばかり倒していたらどう感じる？つまりクリア後に最初のステージをやっている時のような感じね。それはまあ退屈でしょうね。その状態を退屈、リラックス状態と言うんだ。刺激がない状態ということね。じゃあいわゆるフロー状態には、そう、自分のレベルに適した難易度が必要なんだ。そしてその状態がフロー状態だぜ。確かにゲームはストーリーが進むにつれて敵の難易度が上がるから、飽きずにやってしまうものね。そう、つまりフロー状態とは夢中状態とも言い換えることもできるんだぜ。だからスポーツ初心者にいきなり過酷な練習をさせたり、逆に熟練者に優しい練習ばかりしていると、その人は夢中にはなりにくいんだ。そして初心者が離れる多くの理由がこの無気力、無関心なんだ。初心者だからって優しい練習ばかりしていると夢中にはなってくれないのね。そう、逆に最初からスパルタでやっても夢中にはなってくれないから、指導者やサークルの代表はそこを考えてあげるのが重要なんだ。自分の考えを押し付けるのではなくて、相手に合わせてあげるのね。そしてこの研究の本題に入るんだが、ちょっと BGM を変えるぜ。この論文ではフロー理論とゴールオリエンテーション理論の関係を調べた研究だぜ。ゴールオリエンテーション理論？ああ、日本では目標思考理論とも呼ぶんだが、これはジョン・ルーダさんが提案したアスリートの2つの達成目標の視点なんだ。2つの視点ってどんなものなの？タスク思考とエゴ思考だぜ。その2つはどう違うの？その2つの違いがこちらだぜ。これを見るとフロー理論に近いのはタスク思考ということね。研究者もそう考えて、2つの理論の関係を調べたのが今回の研究なんだ。この研究では、陸上競技、サイクリング、水泳などの計10種目、合計272人のアスリートが実験に参加したぜ。そして選手の目標思考を測定するのに、JEOSQ テストに回答してもらったぜ。JEOSQ テストはどんな内容なの？これは質問に対し、強く反対から強く同意するの5段階評価で回答してもらったんだが、例えばこんな質問項目があったぜ。なるほど。これでその人がタスク思考なのかエゴ思考なのかを測るのね。いやレイム。実はそう単純ではないんだ。タスク思考の人でもエゴ思考の人でも目標は一貫しているから、二つの目標は正反対なものではないと考えられているんだ。つまりどちらの思考も高い人もいれば、どちらの思考も低い人がいるってこと？その通りだぜ。そして JEOSQ テストでアスリートは4つに分類されたんだぜ。それぞれの割合はどうだったの？テストの結果こうなったぜ。高エゴ、高タスクの人が一番多かったのね。そしてそれぞれの選手にこのような質問をしたんだ。そして選手はこれらのアンケートに加えて、競技に対する感覚をアンケート調査したぜ。それがフロー体験に関する調査なのね。そして結果はこうなったぜ。これはどう見ればいいのかしら？今回はフロー理論について注目していくんだが、まず注目してほしいのは、低エゴ、低タスク思考と高エゴ、低タスク思考の人は、他のグループに比べ、最も無気力、無関心状態の割合が高かったんだ。さらに低エゴ、低タスク思考の人は、他のグループよりも最もフロー状態になった人の割合が低かったんだ。つまり自分のスキルや能力を高める気がない人は、スポーツに対して無気力、無関心の割合が高いのね。そう、つまり内発的動機づけが低い人は、競技そのものに無関心の傾向が強いと言えるんだ。それでは今度はエゴ思考について見ていこう。まず低エゴ、高タスク思考の人は、退屈、リラックスした状態の人の割合が一番高かったんだ。あれ？でもフロー理論では外発的要因を気にしない人の方がフロー状態になりやすいんじゃないの？確かにその通りだな。だがレイム、エゴ思考とは相手に対する方向性ではなく、自分の仲間に向けた方向性なんだ。つまりどういうこと？例えばエゴ思考を計測する質問では、友達よりも自分の方が上手にできる、他の人は失敗するが自分は失敗しないなどあるんだ。つまりここでのエゴは、相手ではなく自分の仲間に向けられたエゴってことね。そう、つまり勝利や名声ではなく、あくまで仲間内で褒められたいという欲求なんだ。そして仲間よりも上手くなくてもよくて、自分のスキルにのみ集中している人は、リラックスもしくは退屈している状態が多いってことね。そして仲間よりも上手くなりたい、テクニックを身につけたいと思っている人は、他のグループよりも一番フロー状態を経験していたのね。
そう、そして仲間よりも上手くなりたいという感情は内発的動機づけだから、フロー理論とも矛盾しないんだ。なるほどね。そして不安状態を一番経験したのも、高エゴ、高タスク思考の人だから、不安状態とフロー状態は近い状況で引き起こされやすいと仮定できるぜ。それではまとめに入ろう。つまりフロー体験が自発的な行動を促して、その結果、ますます上達への意欲が高まるのね。そして目に見える形でのフィードバックとして、以前の自分との比較動画や、目標の設定も重要だぜ。そして目標思考との関係のまとめがこちらだぜ。目標をどこに設定するかで、その人の精神状態も変わるのね。そして一番重要なのは、これらは全て自分で変えられることなんだ。どういう意味？例えば急に勝利できる裏技は存在しないが、上手くなりたいと自分で自分の考えをコントロールすることはできるんだ。まずは勝利だけを目的とするのではなく、自分で小さな目標を少しずつ達成して、その競技自体を楽しいと感じることが重要なのね。まさしくその通りだぜ。だから特にこれからの季節、新メンバーが入ってくるスポーツクラブの人たちは、まずその競技そのものを好きになってもらえるようにしてほしいんだぜ。じゃあ最後は少し説教臭くなってしまったけど、ご視聴ありがとうございました。